ャカジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は子供をリトルリーグと軟式野球のチームどっちに入れるべきかっていう話をしていきたいんやけど、そもそもリトルリーグっていうのがアメリカ発祥の、少年少女対象する公式野球のリーグの名称で、年齢で言えば4歳から12歳、学年で言うと生まれ年によって小6もしくは中1の夏まで参加することができて、国際基準だから日本の学年による区別がないっていうのが特徴なんやけど、あとはさっきも言ったけどボールが高級やから、プロと同じボールを使って、イニングは6回で、スパイクはゴム製のやから安全ね。で、グラウンドがだいたい60メーターぐらいのフェンスやから、プロの球場よりも3分の2ぐらいの大きさっていうのが特徴で、各位我々も少年野球はリトルリーグで一応7歳から俺も中1の夏までやっとって、千秋さんも同じぐらいの期間やっとったんやんな。そうやな。俺らはリトルを経験した体験談としてちょっと今回話していきたいんやけど、一応友達でさ、その軟式野球出身の子たちも多かったから、一応両方の事情はよくわかっとる方やんな。そうやな。だからどっちも一長一短あると思うから、簡単に体験談として話していきたいんやけど、だから参考にしてほしいの。これから子供が少年野球を始めようとしとる家庭では。そうやな。野球人気が低迷しとると言われとるけども、大谷さんとかの活躍でやりたいっていう子供も増えてるかもしれんし、大谷もリトル出身やからな。肝心のそのリトルの内容なんやけど、基本的に土日祝日はもう練習か試合がありますと。休みはないです。朝の9時からだいたい17時18時までかな。土曜日練習で日曜日試合っていうのが多くて、で遠征とかやったらもうちょっと朝が早い7時とか6時集合っていうのも多かったよな。そうやな。軟式野球も基本的には土日で活動すると思うんやけど、軟式野球の場合は割と土日両方試合とか練習っていうパターンがあんまりなかったり、日曜日は昼までとかっていうチームが多いんやけど、リトルリーグの場合は基本的にもう土日両方一日中練習か試合やってることが多いような、ほとんどのチームで。そうやな。野球自体が結構その長時間練習をする部活スポーツやから、そういうイメージあるかもしれんけど、でも小学校の時の土日練習試合っていうのは結構拘束時間が長いって思うな。今になって思うけど。もともと野球自体がそうやってさ、熱心なスポーツだから、練習時間とか試合の時間っていうか活動時間が長くなりがちっていうのはあるんやけど、大前提としてリトルリーグは軟式野球のチームに比べて熱心の度合いが結構高いというか、そうやな。もう親も選手も野球に対してすごい熱心な人が多い。結構ガチで取り組む人が多い。だから指導者の人も結構熱が入るし、実際選手同士でも向上心を高いやつもおった、中にはやっぱり。そうや、リトルリーグのいい面でもあるんやけど、能力の高い子が集まりやすいっていうのも特徴やな。そうやな。本気やからな。本気の選手とか保護者が多いからな。だからやっぱ指導してくれる人がしっかりしとるから、必然的に野球が上手くなる環境になるし、あともうリトルの時点で高級を使用するから、高校野球で公式を使うんやけど、甲子園は。そうやな。中学の部活は軟式野球の部活が多いから、軟式から上がってきたその子たちに比べて、ある程度アドバンテージが持てるっていうのはあるよな。軟式と公式やと全然違うからな。扱い方が。違う。全然違う。投げ方もやし、ボールの取り方とかも違うから、そこはやっぱり、有利ってなるよな。そうやな。結構慣れる前に時間かかるよな。時間かかると思う。何級から高級ってなると。で、これは少年野球界に良くない習わしなんやけど、高校野球でずっと公式やってきた連中は、軟式上がりの、中学軟式上がりの連中を結構舐めた目で見とることはある。別にどっちがいいとか悪いとかではないんやけど、やっぱりプロが高級やからさ、プロと同じボールを使っとるっていう点で、やっぱりちょっとレベルが高いというか、そういう意識が外からも中からもある。だから高校入学時にそういう軟式と公式上がりで派閥ができたりとか、温度差ができたりはする。特に中途半端な進学校とか中堅高校やったらごちゃ混ぜになるから、そういうのがより顕著になるな。さあ、小学校の時とかさ、その軟式の子たちとは一緒に野球できやんっていうのあったよな。あったな。
軟式の子たちも、高級を使うと、なんか変な癖がつくとか、型が壊れるとか、そういう、なんか、嘘か本当かわからんような練習っていうか、そういうのがあって、で、高級のリトルリーグの子たちも、軟球を投げると、まあ、ボールの大きさも違ったりするから、うん。軟球で野球はやったらあかんっていうなんか意識があったりするんよな。あったあった、実際に。なんかそこも結構区別されとったな。どうしてもなんか垣根ができてしまうという壁があったりするっていうのはあるな。同じ野球なんやけど。で、あと純正リトルに入っとったら、やっぱいろんな小学校の子が来るから、他校の、友達が増える。ああ、そうやな。小学校であんまりないもんな。他校の友達ができるってことは。そうそう。中学校とか、高校とかで他のチームになっても、やっぱリトルで、一緒に雇ったやつやから、そこまでの付き合いにもなるし、結構深い関係になりやすいな。そうやな。だから、中学とか高校で進学した先にリトルで一緒にやっとったチームメイトとかがおったりすると、なんか友達が増えるというか、そういうのが人間関係的にもいいかもしれんな。こういう関係が広がるっていうのはある。そうそう、こういう関係広がるな。あと、リトルリーグは少年野球のチームと比べてチームが少ないから、数が全然違うんよね。そうやな。俺らの、だって、県で4つやったもんな。そうやな。俺らのリトルは。今国内にあるリトルリーグのチームとしては、24年の4月時点で499チームあるんやけど、軟式野球のチームやと、小学校に1個ぐらいやったりするから、あるある。その感じでいくと、本当10分の1ぐらい、もっと少ないか。いや、もっと少ないかもしれん。もう全然もっと少ないか。だから、その試合をするってなると、どうしても遠征になってしまうから、県外に行ったりとかも普通にあるから、時間もかかるし、お金も結構かかるよ、リトルリーグって。そうやな。今思うと親の負担が結構大きかったなってのは思うな。そうやな。だからただでさえ野球って金のかかるスポーツやのにさ、遠征費用もかかるし、あと、公式の野球道具って軟式のさ、野球道具と比べて高いから。高い。周りぐらい違うからな。グローブとかバットとかも。だから、金のかかりようが違うよな。そうやな。今からじゃあ、そのリトルのデメリットの部分もちょっと言っていこうかなって思うんやけど。さっきも言ったけど、土日長期休暇がないな。もう全部練習試合やから。だから家族でどっか遊びに行くとか、なんか友達と一日なんかゲームして遊んだりとか、外で遊んだりっていう、なんか記憶はないな。だから同じ小学校の友達と、学校以外で遊ぶっていう機会が極端に減るよな。そうそう。土日の思い出は野球しかほぼないって言っても過言ではない。なんか友達が土日でなんか遊んだ話を月曜日とかで仲のいいグループで話すんやけど、俺は参加してないからその話を指加えて聞いてるだけっていうさ。別に子供の時はそんな気にしなかったけど、その遠征とかやったらどうしてもやっぱり朝早いから、もうほんと5時、6時、夜明け前に集合っていうのが多かったよね。あれはな、小学生にして結構きつかったな。で、親もさ、今思うと、遠征で車出したりしやなあかんからさ、5時、6時にさ、お弁当作ったりもあるしな。お弁当作って、高速乗って、2時間、3時間運転して。遠征先に行ったりせなあかん。土日がやで。ただでさえ平日あんなヘトヘトでやった土日やって、なって休めるって思ったら、朝5時に起きてさ、2時間、3時間運転して、で、応援して。そうだな、炎天下で審判とかもしてなあかんしな。そうそう。で、父兄の母さんとかやったら、今あるかわかんないけど、そのお茶出しとかさ、大変やったと思うで。怪我した子供のなんか看病みたいなもんな、あったりするしな。そうそう。で、やっぱりその、親同士がさ、結構深い仲になるんよね。毎週顔合わせたり、毎週遠征行ったりする。時間が長いからな、一緒におる。で、やっぱり熱心な、親の人も多いから、家族ぐるみの付き合いになって、なんかそういうのが苦手な親は、ちょっと浮いてしまうかもしれん。っていうかどうしてもやっぱり、その活動には顔を出すことになるから、送り迎えだけで済むわけじゃないやんな。ずっとその練習しとる場におったりもせなあかんかったりするから。だから親も拘束される。普通の習い事みたいに送ってって、あとは親は自由で、帰りだけまた迎えに行ったらいいってわけでもないんよな。でもうちの親はもう俺卒業して20年弱経つけど、未だに父兄同士で連絡取ったり、ご飯食べに行ったりしてるらしいからな。まだ全然仲いいよ。実際、我々の親同士も多分リトルがあったから、未だにこういう関係あるもんな。そうそう。ただ、これもデメリットにはなるんやけど、やっぱ高級
やから、うん。軟球と違ってな、怪我が多いと思う。常にさ、チームに一人は怪我しとるやつおったよな。ああ、おい。骨折とかも結構あるんよな。普通にこれは、まあ、野球やってる以上はしょうがないし、で、子供やからさ、多分野球やっとったらわかると思うけど、ティーバッティングとかで、まっすぐ飛ばさんと本当投げた人の方に打ってしまったりとかあって、近距離で高球が顔面に当たったりとか、あと普通に外野ノックしとって、打球取れんくて、歯に当たって、折れたりした先輩とかもおったし、怪我はつきもんやけど、まあちょっと子供ながらに覚悟は必要やと思うな。そうやな。その怪我の程度がやっぱ軟式とは違うっていうのはあるよな。普通にデッドボールであざになるし。だから、本当誰かしらなんか指骨折しとるみたいな感じやった気がするけどな。チーム内でも。まあ俺は幸い骨折はしたことないけど、やっぱ顔にボール当たって腫れたり、まあ普通に頭にボール当たって炭鉱ができるとかはしょっちゅうあったし。だからまあ危険は多いよな。多いな。まあどんなスポーツでもまあそういう怪我のリスクはあるけど、だから程度が違うっていうのはあるな。リトルに限らずやと思うけど、同学年でもやっぱ上手い下手っていうのが結構顕著に出るから、試合出れん子は全然小6、中1の夏まで試合出れんとか。ああ、そうやな。ザラにあるような。全然あるかな。やっぱ子供やからさ、野球の上手い下手でチーム内でもカーストができるよね。まあ子供ながらにって感じはあるけどな。子供のやることやからな。だからなんか、ちょっといじめ的なところもあったりするような。あるある。真剣やからっていうのもあるんやけど。そのチームの特色にもよるかもしれんけど。だから上手い奴らで派閥組んで。そう。本気やから本気度が高いっていうのもさっき言った通りなんやけど、結構実力主義の世界やから、軟式野球とかやともうちょっとなんか緩くやっとるチームが多いんやけど、リトルの場合は本当に勝ち負けにこだわったチーム作りしたりするから、練習から分けられたりするんよ。同じ学年でも。そうやな。上手い奴らは試合形式の練習しとる中で、逆にあんまり上手くない子たちは、なんかそのサポートに回ったりとか。もう外野で球拾いとか、はっきりとそれは、出るな。厳しいって言ったらそれまでなんやけど。まあそれがスポーツの世界では当たり前といえば当たり前なんやけど、その小学校っていう小さい子たちからすると結構残酷というか、まあリアルすぎるっていうのはあると思うわ。そこで挫折してしまうっていうケースもあると思うよな。で、それでやっぱり親も結構やっぱそういうの目の当たりにするから、親も辛いと思うわ。さっきも言ったけど、あんな早く遠征で行っても、結局子供が試合出れんくて、まあ結構きつい時間やと思うな。まあ頭では理解できるんやけど、何のために県外まで車走らせて行ったんやろうっていうのはなるかもしれんな。そうやな。だから良くも悪くも、リトルリーグっていうその結構ガチな環境においていいと思うんやけど、人によってはそこでも野球嫌いになってしまうとかも全然あり得る環境やとは思ったな。なんか勝ち負けにこだわらず、伸び伸びやる。だから大人の草野球みたいな感じで、楽にというか、自由にやるんやったら軟式野球チームの方がいいかなと思うわ。一リーグに入ると、もう野球やるのが当たり前みたいな感じになって卒団後とかも。確かにそういう雰囲気あるよな。だから俺、もう小6とかで退団というか卒団した後に、中学の野球部に入ったんやけど、なんかその野球やるやろみたいな、ちょっと圧力みたいなのを感じて、中学の野球部に入っとったっていうのがあるんよな。どうしても別に野球部に入りたかったってわけでもなかったんやけど、俺は。かといって別に他なんかやりたい部活あったかって言われるとそんな思いつかんけど、野球をやらなあかんっていうなんか、プレッシャーがあったな、子供ながらに。それはある。俺も結局リトルをその中学の夏までやって、で、その後、俺もそこでどうしようかなって思ったけど、結局その後また公式のボーイズで中学野球やって、だから中学まで公式でやったから、結局、高校でも公式やるかってなって、高校も野球部入って、その流れでずっと来てしまったんやけど、辞めるタイミングはいっぱいあったと思うんやけど、でもなんか自分から辞めるっていう、なんか雰囲気でもなかったからさ。そう、言い出せやんくなるよな、あれ。言い出せんくなる。それはある。俺もまさかそんな本気でそこまで野球やろうと、内心思ってなかったんやけど、もう環境に流されるままやってったら、結局高校までやってしまったって感じやな。そうやな。別に中学の時って、そんなに野球好きじゃないけど野球やっとった感あったからな。いや、それはそうやろ。俺も小中高ってやって、大学はサークルで軟式やったんやけど、
やっぱリトルの頃が一番きつかったかもしれんわ。そうやな。リトルの、俺も小中と野球やって、中学の野球部に入った時に、ギャップを感じたもん、めっちゃ。うん。中学の部活すごい緩くてって別に緩くもない。まあ普通の部活なんやけど、それ普通に土日練習あるし、練習試合とかも普通にあるんやけど、リトルの練習がきつすぎて、すごいギャップを感じたな。リトルの時の方が、ミスったらめっちゃ怒られるし、うん。指導も熱が入っとるし、で、なんか周りもレベル高いから、確かに。全然、なんか、試合とかも結構リトルの時出れやん期間が多かったけど、逆に中学の部活に入ると、なんか主力みたいな扱いになったりとか、早々に。だからそう考えるとやっぱりリトルリーグってすごいレベル高かったよなっていうのを思うわ。まあまあチームが少ないから、俺らのおったその三重県やと4チームしかないから、その県内の野球本気な少年たちがその4チームに集結するから、やっぱレベル高い子が集まってくるっていうのはあるよな。小学校から公式の野球ができるのは逆に言うとそのリトルしかないから。うん。そうやな。まあ正確には、ボーイズもあるけどな。リトルリーグは関東圏、ボーイズリーグは関西圏が主流なんよね。一応、三重県にも、まあボーイズあったんやけど、まあ純粋に多分知っとる人が少なかった、友達とかが。だからボーイズっていう選択肢はなかったよね。でも、まあリトルリーグの、まあこれはメリットかもしれんのやけど、一応そのアメリカ発祥のリーグやから、世界規模なの。軟式野球のチームやと、一番大きい大会でも日本国内で終わってしま完結するんやけど、リトルリーグの場合は世界大会まであるんよな。勝ち上がっていくと、最終的には。規模っていうか、範囲で言うと、まあ日本の他にラテンアメリカとかカリブ海、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ、アフリカ、あと東南アジアとか、まあ台湾とかもあるんやけど、あとパナマ、プエルトリコ、メキシコってあって、夏の一番大きい大会やと最後世界大会まで行くのか。で、日本が結構強くて、過去に何度も日本のチームが優勝しとるっていうのもあって、まあ、そういう意味では日本のリトルリーグっていうのはすごいレベルが高いんやろうなと思うんやけど、だからリトルリーグ出身のプロ野球選手も多いしな。さっき最初に言った大谷もそうやし。多いな。そういう意味では本当に子供にプロとかを目指してもらいたいっていうんやったら、最初からリトルリーグに入れとくっていうのは、まあ最短ルートではある。まあ大きなアドバンテージだと思うな。でも結局やる子供の気持ちが一番大事だと思うから、いやいや練習連れてったり、いやいや試合連れてっても、お互いに多分辛い思いするだけやからな。だからもし俺が子供ができたら、野球がしたいって言われたら、少年野球軟式の少年団とかでいいんじゃないかなとは思うな。そうだな。俺も子供にリトルリーグ入れたいかって言われるとちょっとあんま入れたくないな。まあ自分が大変やっていうのもあるけどな。今は中学、軟式野球で高校から公式高校野球する子でもうまい子いっぱいおるからな。結局はまあそのセンスみたいなところも大事になってくるし、リトルリーグやっとっても中学高校では全く芽が出やん子もいっぱいおるから、まあ子供の気持ち、本気度が大事やけど、だから何を取るかやと思うで、結局。なんか俺が入団した時な、今でも覚えとんのやけど、なんか父親から辞めたかったらいつでも辞めてもいいって言われて入ったんよ。そのことはすごい覚えとんのやけど、結局、なんか途中で辞めたいなって、まあ辛いなって思ったことは何回もあったんやけど、言い出せやんな。やっぱやってると。結局最後までやったもんな。一応最後までやった、なんかチームの中でのなんか仲良くなるというか、まあ関係性もできてしまっとるしさ、周りも全然辞めやんからさ、辞めたいとはあんま言い出せやんよな。なかなか。もうここまでなんか道具とかも揃ってしまっとるし。まあな、子供ながらにちょっと。なんかブラック企業に入っとるのと一緒やな。なんか途中で辞めたら負けみたいな感じの、気持ちもあったからな。まあでも結局俺も今になって、まあ当時辛かったことも多かったけど、まあ俺はその高校まで野球やったし、なんだかんだリトルの経験がすごい生きたなっていう、今になって思うとな、良かったなとは思う。無駄ではなかった。リトルに入ったこと。もちろん友達も増えたし。まあ野球をやっとったことでやっぱ良かったこと。まあ普通にその運動の習慣もできたし。最低限のな、運動能力はついたから。少なからずそこでスポーツ神経というか身体能力が磨かれたと思うから、まあ努力する習慣というか感覚も。普通に走らされたからな、子供ながらに。ある意味、挫折を味わったな。小学校にして。なんかもうこいつにはかなわんってやつ何人もおったから。で努力ではかなわんことって、あるんやなっていうのを
早めに気づけたっていうのはあるな。まあだから、ここまで話してきたことを踏まえて、野球を子供にやらせるんやったらどっちに入れるべきかっていうのは、しっかり考えてもらった方がいいかな。まあ途中で変えることもできるけど、まあなかなかどうなんやろな、変える。そのリトルから少年の軟式チームに入るっていうのも転校するぐらい結構一大決心というか。覚悟がいるよな。楽やったらまだ入りやすいかもしれんけどな。軟式からリトルやったら。まあリトルリーグは体験入団とかもあるからな。ぜひ参考にしてもらえたらいいと思います。そんな感じで今日は子供リトルリーグと軟式野球チームどちらに入れるべきかっていう話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。